で家族連れでもちっちゃいお子様からお年寄りまで美味しい寿司を食べられるっていうところが、僕がゴリっていう愛称なんでまんまこんばんは。よろしくお願いします。珍しい組み合わせですね。夏って感じはきっと立派な車エビで。そうですねもうちゃんと20から30グラムの握りにも適してる、でも一番甘みがそんぐらいが強い、すごい甘い。美味しい。ミンククジラのカノコです。場所は顎のところ、カノコっていうんですか。カノコっていうね。おのみの食感ある感じですね。そうですね、そうです。はい。プリンプリンのすごい脂ですね。もう一切れのインパクトがすごい。このつるっと感がクジラっぽいな。金目と海苔のジュレですね。何このジュレ。なんか不思議ですね。土佐醤油っぽい感じで作って、結構酢を強めに夏っぽくしたいなっていうところで。ゴリ寿司っていう名前がすごいユニークだなと。はい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 。この店名の由来は何ですか。僕がゴリっていう愛称なんで。まんまゴリラっぽい。はい、ゴリラっぽいから。いろんなとこにゴリラのあれが。はい。もうやっぱり相性ゴリの方が大将って言われるよりゴリっていう。ゴリさん。はいいいっすね。みんな呼びやすいっていうですね。でもそのちょっと漢字じゃないですか。はい南弁に語じゃないですか。それはなんで。これは後藤っていうんですけど、僕がお名前が。はい、後藤の語がこの語なんですよ。でこれは珍しいからこれだけ一文字取っとこうっていう。なるほど。食感が最高すぎる。シャキシャキ、肉厚でうまい。寿司屋の一口サラダだ。夏らしい。美味しい、さっぱりで。ゴリ寿司さんは、はい、オープンされて今どれぐらい経つお店なんですか。3年目になりました。もともと独立前はどちらで。茨城の水戸で。水戸。はい、町寿司みたいな感じですか。そうですそうです。大将が最初からいろんな魚を触らせてくれて教えてくれたので。そこで茨城で何年ぐらい。何年ですか。6年ぐらいだと思うんですね。かなりうまい。これ日本酒自体も美味しいんですけど、器がやっぱりすごい丸くしてくれるっていうか。日本酒専用の式で、そのために作られた。すごい美味しく感じます。タッチが。最初に口に入るのが器なかったですね。結構それは大事にされてますね。なるほど。ゴリ寿司さんに行きたいってなった場合は予約方法はDM か電話で。インスタの DM か電話。はい。インスタはゴリ寿司とかで出ます。ゴリ寿司で出ます。なんか何ヶ月先までとかそういうルールはありますか。全然ないです。いつでも大丈夫です。定休日は。不定休です。あ、そうなんですか。予約入ればやる。はい。昼は握りだけのコースもやってるんで、はい。夜と同じやつもやってます。握りのみとつまみ握りだとそれぞれ今いくらでやってらっしゃるんですか。握りだけは1万。はい。でこのお任せのコースだとその時の仕入れ値によって変動制で
15,000円から2万円ぐらいまで。はい。とろける系だ。フレッシュな感じがする。フレッシュです。はい。みずみずしい感じ。はい。触った瞬間にブリンブリンしてる。ツルツルプリプリ。ねっとりもしてるけどブリッと感もあって。ブリッジが、はい、あります。やっぱ皮目のこのプリプリがいいですね。はい。美味しい。味がすごい強い。美味しい。パワーがある。なんか物が良かったから昆布でやらなくていいなと思って。これももちもちしてる。夏って感じ。そうですね。ツルツルっすね。うまっ。夏だな。めっちゃ夏。いいですよね。酸味がさっぱり。はい。美味しいです。美味しい。油の周りがすごいですよ。妖艶ですね。淡い。結構しっかり締めてる。塩味が強い。全部こう1分ごとにこう見ながら締めてあります。これ昨日ぐらいですか。これ昨日です。やっぱり新婚はもう僕はなるべく早く使った方が、当日はあんま美味しくないですけど。味濃い。めちゃくちゃ濃い。やっぱりカラスの赤には最初ホワイトチョコレートかなって思ったら後半ほんのりビターと塩味がきて大人のチョコレートに変わる。手記が素敵だな。甘とろ系。いや全然やっぱパワーが、いやここで出されるとやっぱ存在感が、大御所感がすごいある。うまっ。エアステーキですね。最初はこの福岡が地元なんですか。僕はもう小呂島っていう本当にこの近くの離島です。小呂島。はい。小さいにお風呂の呂って書いて小呂島っていう、ちっちゃい時から魚には触れてましたね。頭の味噌がしっかり残してるタイプ。味噌がうまいですね。そうですね。頭の部分が濃厚だ。美味しい。とろける濃いめの味付け。美味しい。美味しい。ゴリタクです。ゴリタク？ゴリ寿司のトロタクですね。うまい。食べ応え抜群。どこからおろしてもらうかってすごいお寿司屋さんにとっては生命線みたいなもんじゃないですか。どうやってその卸し手の方とのコネクションを作ってらっしゃるんですか。もう仲卸の人から例えばこの漁師さんが面白いよって聞いたらすぐに連絡するように電話して、で行ける人は行って挨拶しに行ったりとかして、結構コミュニケーション積極的に結構取ってますね。お米何使ってるんですか。笹錦です。
硬いですね。硬いです、はい、狛江っぽい。狛江です。狛江と新米をちょっとだけ3-1ぐらいです。で結構やっぱ塩味系ですね。そうですね、塩は効かせて、サンマ今ちょっとこう時間が経って少し落ち着いていますけど、最初の方はまずお酢は勝負に勝負です。あ、福岡。大岡、はい、お米酢1本、1本。ブレンドなし、砂糖は砂糖使ってないです。なし。ゴリ寿司だ。ゴリ寿司が完成した。なんで穴子から行くんですか。いや、もううちの売りは何ですかって聞かれた時に、はい、最初と最後で締めるっていう、間で、はい、最初穴子で最後も穴子なんですよ。面白いですね、めちゃくちゃユニーク。深みはだからすごい大事にしてますね。で塩は対馬の塩です。とろける系だ。うまい。さっきは塩だったけど今度はタレです。タレでとろける濃いめの味付け。美味しい。結構爪しっかりめですね。そうですね、濃いめにして。濃いめに。めちゃくちゃドロドロにするとちょっとこう塩辛くなっちゃうんで、あんまりこう煮詰めすぎないように。ゴリさん、今日ごちそうさまでした。ありがとうございましゴリ大将ありがとうございました。ゴリ寿司さんとしてこだわってらっしゃるところとか大切にされているところってどんなところでしょうか。まずはでもこの空間でゆっくりしてもらう。で家族連れでも、美味しい寿司を食べられるっていうところがやっぱなかなかあるようでないっていうところはすごい、そこにはこだわりを持って、ちっちゃいお子様から、お年寄りまで皆さんに楽しんでもらうっていうのはまず心がけていることと、もう見てくれだけじゃ嫌なんで、もう本当に美味しいものを九州を中心に各地から集めていくっていうので、仲卸と漁師さんとのつながりっていうのはすごく大切にしてます。これお子さん家族で来る場合は、貸し切り。はい。それは何人ぐらいから。いやもう全然一家族でも。あ、そうなんですか。はい、やってるんで。そういう時の営業だったらちょっとそのお子様メニューじゃないけど、もうやってくれる。もちろんだし巻き卵もやるし、お子さん用のカッパとか、ちょっと食べられるやつをいくつか作るっていうのは、それいいですね。なんかやっぱいいお寿司屋さんってなかなかお子さん入りにくかったり、ダメな店も、このアットホームさみたいなところが、うちのいいところだと思います。でもそこだけじゃないよと。ネタは一級品使って、ネタはいいのを集めたい。で個人的にはもう一番印象的なのは穴子で始まり穴子で終わるっていう、握りの構成が、すごいユニークだなって思ったので。ありがとうございます。もうそうですね、せっかくいい穴子をもらえてるんで、そうなったらなんか他との違いじゃないですけど、何を売りにしてるのかっていうのは明確にしようっていうので、ちょっと脱線はしてますけどね、もう流れ的には。だけどうちのそこは大事にしているポイントでもあるかなと思います。穴子スタート穴子フィニッシュは、通年基本的には今はそうですね、今もずっと通年やってるんですけど、もちろん穴子のやっぱり時期もあるので、その時によって最後の締めは、穴牛巻きになったりとか、そういうのはありますね。でも穴子っていう、そこは基本的にはそこに、なるべく維持できるように頑張ってます。で他がやってないようなことはなるべくやれたらいいなと思って、あとは夏と秋とそういう春夏秋冬は意識しながら。あと個人的に日本酒酒器が結構感動しました。よかったです。酒器も本当にこだわりは持ってるんで、一番最初に触れるのが酒器だから、そこは本当に意識しながら。でもすごく個性的というか、でもすごく話しやすくて、いうことです。今日は本当ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
レンコン餅ですよ。レンコン餅？これが16世紀に長崎に伝わって長崎の職人さんが四角い形に。15年とか20年近くかけて作るので、これも売れすぎたらそのお寿司屋さんにこっちを納品できなくなる。